最初赤塗って黒と白で模様を描いてプレシェーディング、そこに気体色のせてってやって、ところどころ暗くはなってるんですけど、でここにオイルウォッシュやっちゃうと、せっかくこの前塗った白が消えちゃうんですよね。せっかく白く塗ったところ消えちゃうと、また暗くなってっちゃうと、じゃあピンウォッシュ、ところどころピンウォッシュをセンスよくでね、実機の写真があればねいいんですけど、この1960年代のカラー写真なんてろくなのないんですよ。でファントム自体ももうあんまり飛んでないですしねそれほど、だから結局こうフィクションを交えるしかないんですけど、どこをどういうふうに汚していこうかなというのを今悩んでます。汚しすぎちゃいけないけれども全然足りなきゃいけない。持ってる写真で航空ファンのイラストレイテッドだったかな、一部インテークのあたりアップにしてるような写真があったんで、その感じで機体胴体の方ね、適当に汚していけるかな。本当は主翼の上とかね、そういう部分がどうやって汚していこうか今悩んでるところです。やってみないと分かんないかな。こういうのでねあんまり考え込んじゃうとそこでストップしちゃうんですよ。いわゆる積んでく病が発生しちゃうんで、昔みたいに。だからあんまり悩みたくない。どんどん手を動かしていきたいっていうのがあります、ちょっとやってみましょうか。ダメ元って感じで、ダメならダメでいいじゃんみたいな感じでね、やってみないと分かんないですから。一部この前フィルタリングやった時にフィルタリングでね結構汚れちょこちょこは出てるんですけどね、もう若干黒っぽいのを入れたいんですよ。そうだね、茶色い汚れはところどころついてるんで、そうですね、黒っぽい汚れところどころポンポンポンと置いとけばいいのかな。それでやってみますね。進めてみましょうか。で使うのはやっぱり、油絵の具ですね。エナメルでやっちゃうと取れちゃいますからね、油絵の具が多分ね。でバーントシエンナ、そうですね、単純に黒っぽいのであればバーントアンバーだ。バーントアンバーとウルトラマリンディープ、とりあえずこれを混ぜながら、一色だけじゃいけないんで、それからやっぱりペトロールですね。これを色をねずらしながらというかブラしながらというか、ここで色をこう変えながらっていうかね、これ今2色混ぜて、これちょっと青が多いんで、多くなかったか。これが今一番黒かな。これをどういうふうにやるかな。
フィンウォッシュか。ところどころこう汚していく。この前の白が死んじゃうと嫌なんで、だから現状のままでもいいんですよ。現状のままでもいいんですけどね、なんかもうちょっとうるさくしたいような。あまり広げちゃうとダメですよね。だから、これだとちょっと違う。もう自分の中に明確なものがないので、これで一旦広げて、で周りからこう吸い取って、今の汚れの膜を厚いところ薄いところ作っちゃう。で今ペトロールが置いてあるんで、そこは絵の具を追加してやれば、あ、そうですね、この感じですね。そう、こういう汚れをだからあんまりこう水たまり状の汚れじゃなく、水たまり状の中に濃淡を作ってやって、これもやりすぎるとせっかく白くしたところが黒くなるだけなので、これぐらいの状態でこうこすってやると、小さすぎて分かんないかこれじゃあ。アップにするの忘れてた。多分ね、光ってて分かりにくいと思いますね。ちょっと今この辺ですね、汚しを入れました。本当はあまり白くしてないところを狙うとかね。まあこんなのやってればどんどん汚れは広がっていくんで、そこそこの感じにはなるんじゃないですかね。こんなんで全体にちっちゃな汚れのコロニーをあちこちに入れていこうかなと。あとは可動部近辺の汚れ、
油汚れに近い汚れかな。どんな汚れになるんだろう。可動部近辺の汚れ。当然オイルストレーキは出るとは思うんですけどね。もうちょっとぼんやりした汚れ。ここもありますよ、当然。ここも折りたたみうにゃうにゃうにゃっていう、うにゃうにゃうにゃっとしてぼやぼやぼやっとした汚れ。ここやってるうちにこっち乾いてきたんで、こっちをこう伸ばしてやると路面につけるかな。本当はこれもうちょっと置いてからやりたいんだけども、今これはバーンとアンバーをまんま乗せてやりました。ブルー混ぜないでね。要は油汚れを作りたいんですけど、そうすると今やった黒いのが取れちゃうんで、乾いてないから完全には。だからこの作業ってのはもうちょっと後ですよ、オイルストレーキは。まあこんな感じの汚れを徐々に徐々に増やしていくしかないですな。そう、積極的なベタっていう黒っぽいのもやってみたいんですけどね、やっぱりね白が潰れるんでそうもいかないですよ。そう、白い中に点々点、細かい点々としたこう汚れのコロニーがあるみたいな、そんなのも作ってみたかったんですけど、これが限界かな。あまりはこう責められないですね。ここはウォークウェイなんでちょっとまとめて汚しちゃってもいいと思うんですけど、この後ここだけベザリングなんちゃらなんだっけ、ベザリングマスター、ベザリングカラー、あれを使ってみようと思います。夫婦なんて久しぶりにやったな、僕らもね。ですね、これを全体にやっていきます。まずね、その後油汚れつけますから。ちなみに、やったとことやってないとこの違いですね。今右側がここまでやってきました。ちょっと分かりにくいかな。これ前からずっとやってきて、
この辺までやってあります。でこっから帯から後ろはやってない。やってないところはもうちょっとすっきりしすぎちゃってますよね。でちなみにこの左側は全部終わってます。ここ汚れるかなーっていうところに、例えばコックピットのすぐ横ですねとか、パネルのこれなんかはあれです。ステップだからその辺近辺汚れるかなという感じで、上から見るとちょっとカメラでは分かりにくいかな。右半分左半分とこのように結構汚れてるでしょ。で後ろの方はついでだからこう可動部の周りですね、ちょっと汚し気味にしてあります。こんな感じでこれの部分を終わらせちゃいます。残りの部分上面のね、あとこの後裏面はねもう結構汚れてるんですよ。この前のフィルタリングで、ただもう若干茶色っぽい汚れを全体に入れていいかな。前にお試しの時に汚したこの部分があるんで、これに合わせていこうかなという感じがします。油汚れですね。オイルストレーキ、グリスとかオイルがブワーっと機体を汚してしまうと、その部分なんですけど、やっぱり使うのは、油絵の具なんですけど、前に、全体のこのギトギトになってる汚れですね、これ黒っぽくしたいんでバーントアンバーをウルトラマリンと合わせました。でオイル汚れはちょっと赤っぽいはずなんでバーントシエンナ、これを使います。ですでにこの油絵絵描きさんのパレットみたいになってるここの上に乗っけて同様にやっていきます。でそこでちょっと気がついたんですけど、客カバーね別でやってたんですけど、こんな感じで客カバーだけ妙にちょっとだけ綺麗なんですよね。だからこれをちょっと合わせていきます。色の感じを合わせていくってことですね。そこだけバーントアンバー使ってもいいし、ちょっとウルトラマリンディープを多めにしてやって、ちょっと濃いめの茶色にして、色味を明度だけでもね合わせた方がいいと思うんですよ。これで違和感はなくなったと思いますね。じゃあオイルストレーキを実機の写真見ながら適当ですよ。適当といってもなんだろう、だいたいその汚れが出てくる場所っていうのは同じなので、それは固定しなきゃいけないんですけど、絵の具の塊をペトッと置いてやって、でそこにペトロールを今ここに茶色い点がありますよね。でこれをペトロールで後ろに伸ばすと、油絵の具のデコっていう感じはダメですよ。
薄くしすぎちゃうと今度そこの部分がこうグラディエーションがうまく、一番濃いのはこの付け根ですからね。こううまいことレトロールはいらなかったかな。まあ今みたいにうまく乗らない場合は後で乾いてから同じ色をのせてやればいいと思うんですよ。長い距離でスーッと流れてるようなやつはこの辺からスーッといってるんですけど、ドロールでだからストレーキっていうぐらいだから筋みたいな感じになるようにで、気に入らなきゃちょっと乾いてからねこうのせてやればつきますから、もう乾いてからってすぐ乾きますから、のせれる程度にはなりますから。エンジンの下のなんかのドレーンかな、ドレーンのモールドにはなってないですけど、真っ黒のがここ多分ここでね、多分ね、この辺にドレーンの穴がなんかあると思うんですけどね、ドレーンっていうかかな、ここだね。これを後ろに向かってパーッと、これはちょっとまとめて黒を作っちゃって、ちょっともうちょい黒い方がいいかな。で、そうでやりたいのがこう薄く広がったところに濃い筋をね描きたいんですけどね。ねここね、昨日一生懸命夜やってたんですけど、まあ途中であんまり時間かかるんで動画撮るのやめたんですよ。やっぱりね他の部分と違って塗料じゃない絵の具の量が多いんで乾かないですよ。で乾かないうちに次のせてもねどんどん剥げてっちゃうだけなんで、まあ少しずつ乾かしながら塗り重ねてってこれですね。で多分まだ昨日の夜やったんですけどね、
多分こすれば取れます。気温が今8月とはいえこの辺がね20度、夜なんかね10何度っていうあれだったんで、長袖にまたそのように上着着てって生活してたんですけど、全然ほら暑い時期翌日はもう皮張ってましたけどね、全然乾いてないもんで、僕もね絵をやってる時に使わなかったのがあって、こういう硬化促進剤ってあるんですよね。これもね、油絵の具に直接混ぜるときは 10%、 植物油、完成油に混合するときは 30% ぐらいまでにとどめてください。多量に混ぜて使用は後日亀裂や縮み発生の原因となる恐れがあります。前に模型でなんかで使った時に、昔ですよ、多分混ぜすぎてで剥がれてきたのかな、日にち経ってから。縮むってことは剥がれるってことですよね。でどうなんだろうな、ちょっと分かんないですけど、絵の場合は縮むってことはひび割れが発生しますよね。で 10% とか 30% って量が少ないんで、ここに乗っける量がこの片隅でこねこねやって、そこに 10%、33% は無理なんで、この絵の具の方に少し混ぜてやる。多分ちょっと混ぜれば違うと思うんですよね。ただ少し混ぜるったってね、ストローがあればいいかな、俺スポイトより。今爪楊枝のお尻に乗っけて、多分 10% ぐらいいってると思いますね。でこれをここでね、ここで混ぜてやれば、絵の具の方にこの乾燥促進剤が混ざるってことですよね。ただ今日からまた気温が30度超えそうなんで、これで進むとは思うんですけどね。ちょっと塗料の厚いえらい筆蒸れがついてしまったんですけど、後で艶消しのニスでも塗ってきますか。で今ちょっと厚めにのせましたよね。でこれをペトロールを使わないで、筆には若干ペトロール混じってたんで硬化はしていくはずなんですけど、多分ねこれを乾いた筆で伸ばしてやれば筋は出ると思います。どうこう筆を運ぶかですよね。やっぱりちょっと早いかな。昨日のがまだ定着してないわ。下の塗料がちょっと怪しい。取れてきた。ちょっとやっぱ厳しいですね、まだ。一応上からやっぱりダメですよね。ちょっとね色が薄い部分と濃い部分とねこうやりたかったんですけど、相当時間かけないと。でもこうやればまあまあの感じになるか。
うん、これでいいや。あとフラップの方のちょっと油汚れを若干茶色み強いやつこれは、今乗っけたのはペトロールがほとんどないです。筆に含まれてる程度のペトロール。乾いた筆で後ろにススッと、機体と平行の別に口でスッスって言わなくてもいいですけどね。でこの後ろに薄く取ったやつをこう伸ばすとどうかな。今薄く溶いたやつですね。このやり方がいいかな。やっぱり一番付け根の部分はペトロールなしで薄めない状態でテント乗せてで乾いた筆で伸ばしてやると、でその後ろにこうストレーキを薄めたその色をこう伸ばしてやるという感じでいいと思いますね。割と汚れ出てるのが、この前ちょこっとねこのスタビライザーのこの可動部の付け根の部分を汚したんですけど、スタビライザー自体のちょっと汚れが出てるところがちょこちょこあるんで、多分上からこうスーッと流れてきて、それが後ろにこう飛ばされてるような感じだと思うんですよ。こんな感じで平行に何本かじゃあこれであとは周りの足とか取り付けていけば終了なのかな。あとねこれをやんなきゃいけない。これ絵の具乾いてからじゃないと触れないですけども、今みたいにこう指で触っちゃうんで、垂直尾翼のここのピト管なのかな、折っちゃいました。やっぱり折れましたね。折れるだろうなと思ってたんですけど、で金属線に変えるか、ただこれ穴開けるの難しい場所なんですよね。細い真鍮線芯にしてプラボというか伸ばしランナーで作ったピト管をくっつければその方がいいかもしれないですね。金属線だとどうしてもこう V 字になってて斜めなんでうまく穴開けられないですよ。それも直さなきゃいけないです。それではそろそろね完成に向けて、重たい部品を乗っけていくような感じですかね。次回はそのところやっていきたいと思います。どこまでまとめれるかどうかはわからないです。それではまた。